はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今日はですね、最近の流行りに乗っかろうと思います。MBTI 診断についてお話ししたいと思います。はい。皆さんね、もうなんか最近すごい流行ってるらしいよね。MBTI 診断っていうのが。ね。なんかどうやら、K-POP アイドルが、自分たちの MBTI 診断の結果をシェアしたことで、なんか結構広まったみたいな感じらしいんですけど、でももともとこの MBTI 診断っていう、性格診断なんですけど、いろんなね、会社の中とかでも使われてたりして、結構面白い、性格診断なんですよね。うん。なんか最近だとね、なんか最近の、なんていうの、流行りじゃないけど、風潮というか、その自分の性格を表現したいとか、自分の自己分析とか、なんか、自分はこういう性格だとか、自分を受け入れるみたいなのが最近は多いじゃないですか。なんかこう、そういう時代なんかちょっと、で言うのかな。ね。だからね、こういう診断がね、今すごく流行ってると思うんですけど、そう。でですね、MBTI 診断。知らない方もいると思うので、ちょっと簡単に正確じゃない、簡単に説明するとですね、性格診断です。はい。心理学に基づいた性格診断ツール、テストがありまして、なんか個人の性格タイプを16種類に分類します。はい。面白いんですね、結構これはね。はい。で、4つの指標がありますって書いてあるね。どんな感じなのかちょっと分かりにくいので、実際に私の なんだっけ MBTI の結果をちょっと皆さんにシェアをしながら、説明したいと思います。はい。私の MBTI 何だと思いますか？皆さん。なんだろうなーって。なんだろうなーって。そう。で、私はですね、実はですね、結構前、7年前ぐらいに、私が初めて働いた会社の、なんか、なんて言うんだろう。チームビルディングみたいな、そういう会があったんですよ。イベントというか、ワークショップみたいなやつが。で、なんか、みんなチームのその性格を知ろうみたいな、なんかのがあって、その時にこの初めて MBTI 診断っていうのを私やったんですよ。その時全く知らなくて、この診断のこと。ですごい面白かったんですよね。みんなでやって。で、すっかり忘れてたんですよ、そんなこと。ああ、みたいな。そんなことがあったな、みたいな。で、去年の、暮れに私はシェアハウスに住んでたんですよね。うん。で、その時に一緒に住んでた、シェアメイトさんたちが、その MBTI 診断で盛り上がってて、で、はるかは何って言われて、で、そういえばなんか私結構7年前ぐらいにその診断をやったから、もう一回やり直そうと思って、もう一回やったの。じゃあ全く同じ結果だったの。だから私はこの結果をすごく信じてるんですけど、はい。私の、MBTI は INFJ です。INFJ。はい。私は2回やって INFJ だったので、7年前と去年。だからもう私は生粋の INFJ と受け止めております。はい。どんな性格というとですね、まず INFJ、この4つがあって4つの指標があるんですけど、1つ目の I っていうのはですね、内向的か外向的かっていう話。で、I なので私は外向的です。間違えた。内向的です。内向的。ね。で、E だと、エクストラバートで外向的になります。で、私は I なので、イントロバートの内向的。はい。で、N。で、N はですね、これは、直感型なのか、感覚型なのかっていう話。で、私は直感型の N です。はい。どういう性格かというと、創造的で未来志向的な考え方がある。直感で判断するタイプってことなのかな。はい。で、INF。F はですね、感情型か、思考型です。はい。感情型っていうのは、なんか、物事を決めるとき、何かを判断するときに、人の感情を優先するのか、それかもっと客観的に論理的に判断するのかっ
っていうことです。で、私は F なので感情型の人間。はい。で、最後に INFJ の J は判断型です。判断型。はい。で、判断型の反対が知覚型っていうらしくて、判断型は、行動する前に目標や方向性を明確にしたい性格。まあ、だから計画的になんか行動したいみたいなタイプが、それが私。で、全部合わせて INFJ という MBTI になります、私は。はい。皆さんはどうでしょうね。結構この最初の、その、I なのか E なのかっていうのは結構皆さん分かりやすいと思います。内向的なのか外向的なのか。うん。私は内向的なんですね。まあ、ね、皆さんはどう私のね、ビデオを通して私のことを皆さん見てると思いますけど、当たってますかね、私の性格。ね。はい。まあ、INFJ 型、まあ、私の MBTI は総合的にどんな性格かというとですね、提唱者と言われる性格らしいです。はい。誠実で責任感の強い理想主義者です。周りのために何かしようという気持ちが強く、自分のことを後回しにして人のために努力し続けます。めっちゃいいやつ。ね。物静かで人見知りなので控えめに見えますが、物静かかどうかわかんないな。秘めた情熱を持ってます。ただ、頑固で意見を曲げない柔軟性に欠ける側面も持ち合わせています。はい。また、のめり込むあまり燃え尽きて強いストレスを抱え込むことがありますので注意が必要です。はい。っていう感じですね。まあ当たってるところもあれば、まあちょっとよくわかんないって感じもありますけれども、まあ、私の性格はそんな感じらしいですね。はい。でね、この INFJ についてもっといろいろあるんですけど、向いているワークスタイルとかわかるんですね。はい。私の向いているワークスタイルは、一人でじっくり考える時間を設けられる職場。今だよね、私は。一人で仕事してるから。それ OK。で、クリエイティブな仕事。まあ、一応 YouTube とか Instagram とかやってるから OK。で、人と一対一でじっくり向き合える。プライベートレッスンとかやってますから。ね。OK。で、自由に勤務時間を決められる。フリーランスなんで自由です。働き方。イェイ。そして最後、人のために尽くして働ける職業。まあ、日本語教師なんだね。人のために働きたいという気持ちがあります。ということで、私の今のワークスタイルは自分に合っていそうです。はい。皆さんはね、どういう性格が、診断されましたでしょうか。はい。で、もっともっと面白いのはですね、こんなのを見つけました。同じ INFJ の、アニメキャラクター。はい、もう私はこれが一番面白くてみんなにシェアしたかったんだけど、みんなも気になったらね、その自分の MBTI とアニメキャラクターって言って調べると出てきますから。はい。で、私のこのね、キャラクターたちがね、素晴らしいの。本当に自慢。いきますね。一人目。まず、鬼滅の刃の産屋敷かがや。親方様ですね。まさかの親方様と一緒です、私。はい。で、2番目。僕のヒーローアカデミアの、緑谷いずく。デクくんです、主人公の。はい。そして、サイコパスの主人公、常森茜。ね。もう今このメンバーを見るだけでさ、もうなんか共通するのは、なんか優しくて強いみたいな感じじゃないだから私も優しくて強いっていう感じかな。うん。ただね、なんかちょっとね、引っかかるのが、進撃の巨人のキャラクターがちょっとね、なんか納得いかないんですけれども、進撃の巨人のキャラクターで同じ INFJ の人が2人いるんですよ。1人がアルミンですね。うん、アルミン・アルレルト。まあ優しくて強い。なんかちょっと、ね、今までのキャラクターとちょっと共通したものがあるかなと思うんですけれども、2人目がですね、ジーク・イエガー。ジークおじさん。なるほどね。彼も私と同じ性格らしいです。はい。まあ、これはね、ファンが考えた、性格なので、まあ、本当かどうかはわかりません、もちろん。はい。まあ。あとはね、ジブリのキャラクターだと、
風の谷のナウシカのユパ様。はい、なんかひげが生えたおじちゃんですね。この人も優しくて強い。そして、これが一番嬉しい。千と千尋の神隠しのハク。もう、優しくて強い。ハク様です。はい。あとはですね、ハリーポッターシリーズだと、アルバス・ダンブルドア。素晴らしい。ね。文句ないです。ジーク以外は。ジーク以外はもう文句ないです。はい。そんな感じです。はい。じゃあですね、日本人の中ではどんな MBTI が多いのかというのを調べてみました。はい。日本の結果結構面白いんですよ。一番多いのは INFP の仲介者という性格です。はい。まあなんでこの仲介者が多いかというとですね、まあ考えられる理由としては、日本だと結構協調性とかコミュニティを重んじる傾向が、社会的文化の背景にあるから。うん。なのでなんか結構、この協調性を大切にする人っていうのが結構多いらしいですね。はい。で、1位から5位までちょっと紹介すると、1位は INFP が17.43%。まあ17%ぐらい。で、2位が ENFP13%。3位が INTP7%。4位が ISFJ6.8%。で、5位が INFJ、私です。6.7%。はい。私はだから結構日本人では多いタイプのようですね。うん。でね、この1位から5位までね、2位以外は全部ね、内向型なんですよ。はい。めっちゃ日本人っぽいよね。はい。でですね、世界的に多いとされている、MBTI もあります。まあ、これはね、いろんなちょっと結果があるので、ざっくりとしたね、平均的な大体の結果なんですけど、1位は ISTJ の管理者タイプの人が世界人口の11%から14%いるらしいです。はい。で、2位が ISFJ、3位が ESFJ、4位が ESTJ、5位が ENFP です。はい。世界人口で言うと、1位、2位は I、3、4、5は E って感じですね。はい。面白いですね。でですね、この私の INFJ っていうのは日本では第5位なんですけど、世界的には一番少ない人口なんですよ。そう、1%とかなんかめっちゃ少ない。確か。そう。だから、すごい世界的には少ない INFJ たちがめっちゃ日本にはいるっていうちょっと不思議な性格ですね。はい。で、最近ではですね、なんか、この INFJ、この4つの指標と、もう一つ、なんか A か T かっていうなんか判断がもう一つあるらしくて、それ私調べたら、私はどうやら INFJ-T でしたね。はい。で、T の人は、なんか全然いいこと書いてないんだけど、自己評価が変動しやすく、ストレスやプレッシャーに対して敏感という特徴があります。一方で A の方は自分に自信があり、ストレス耐性が高いのが特徴。はい。急に T と A でさ、なんか T の方が悪いようなイメージ受けるんだけどさ。ね。私は T です。はい。結構ストレスが強めの性格なのかしらね。さっきから。嫌ですね。うん。まあ、いかがでしたでしょうか。皆さんの性格はどうでしたか？なんか世界的に人口が多い性格なのか、それとも日本に合ってるような性格なのか、皆さんどうでしたでしょうか。ね、そしてね、ぜひ皆さんなんかアニメキャラとか、ちょっと検索してみてください。で、ぜひコメントで教えてください。自分は何のキャラだったみたいな。だから一番面白かったキャラシェアしてほしい、私に。うん。私的には、ジーク・イエーガーが一番、はっと思ったけど。一番嬉しかったのは、白。まあでも常森茜もいいよね。サイコパスの。なんか、尊敬するというか、憧れる人としてね。まあ、アルバス・ダンブルドアも強いけどね。うん。ね、校長先生だからね。ホグワーツの。はい。ということで、皆さんの性格をぜひコメントで教えてください。今日は MBTI についてでした。はい。
今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと X と Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。で、Instagram でね、少しずつ新しいビデオをアップしてますので、リールとかね、ぜひチェックしてみてください。はい。あと、サニーサイドジャパニーズという会話グループクラスをやっていますので、新しいメンバーも募集しております。はい。とにかくね、話したい人、なんか自分の意見を言えるようになりたい。なんか緊張しないで日本語を話せるようになりたい人とか、楽しくクラスを受けたい人は、ぜひ、サニーサイドおすすめです。はい。1時間のね、グループクラスなんですけど、いつもね、本当あっという間に1時間が経つぐらいみんなよく喋ってくれて、最初はね、緊張してくる人もたくさんいるんですけど、なんか気づいたらいっぱい喋ってるみたいな。そういう環境なので、ぜひ皆さん参加してみてください。トライアルクラスもありますので。はい。で、トライアルクラスを受けてくれた方は、無料で、先生との1対1のレベルチェックもできますので、ぜひ、受けてみてください。はい。あとね、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンでは、今話した話で新しい言葉が出てきたと思うんですけど、その言葉の意味の説明とかをしております。はい。あと、おやすみポッドキャストというまた別の、エピソードをフルで聞けますので、ぜひチェックしてみてください。はい。まあね、なんかね、最近ね、東京結構涼しかったんですけど、なんか雨が降ったりして、だいたい25度以下とかだったんですけど、なんかまた今日30度超え始めて、なんか昨日からね、なんかついにセミが鳴き始めて、ミーンミ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 ンって、なんか夏だなって感じです。はい。まあみんな、熱中症とか気をつけてくださいね。はい。また1週間頑張っていきましょう。はい。それではまた次回。さよなら。